時は2世紀終わり、栄華を誇った後漢王朝も内部の腐敗は極限に達し、民衆は疲れ切っていた。苦しみにあえぐ農民たちは全土で一斉に蜂起し、首都洛陽に迫った。世に言う黄巾の乱である。宮廷は眼色をなくし、黄巾軍正統の直を下した。これに応じて決起した者たち、若き曹操、劉備、孫権、袁紹、呂布、そして董卓。天下統一を果たさんとするこれら英雄たちが軍略知略の限りを尽くして広大な中国大陸を駆け巡る一大ロマン、それが歴史シミュレーションゲーム三国志2だ。時空を超え知恵と勇気が火花を散らす。今私たちは究極の奥義を手にしようとしている。させてみてもいいかもしれないな。そうだ、意味もなく義書を送ってみたりしてな。人を騙して馬を走らせてみるか。俺も男なら一度は馬を走らせろと言われたもんだね。誰に敬意をかけますか。そりゃあんたこんなこいつだよこいつ、こいつにですね、すいませんね、今私義書を書くところなんでございますけど、伊藤聖光でございます。今諸葛亮がご再考ください、成功するとは思えません、怒られちゃったとこなんですけどね。というわけで私今三国志2やってるわけなんでございますけれども、こういったですねシミュレーションゲーム私大変好きでございまして、数々やらさせていただいておりますけども、光栄のゲームの場合はですね、信長の野望ですか、それから三国志ですか、三国志2、それから水滸伝ね、どれもハマっておりますね。特にその物語っていうものがありましてね、それとゲームがですねもう混然一体、虚実皮膜のようになったところがですね、私としては非常に面白くて好きなんでございますけども、今日はですね、私のやり方だけでは物足りないだろうということで、私これをそのままビデオ化してもいいんですよ。私がやってるところをそのまま。だけどそれじゃあまずいだろうってことでね、光栄の皆様方にインタビューなんかもしながらですね、面白い正しい深いやり方をですね極めていきたいと、このように考えておる次第でございます。それでは私、ちょっと諸葛亮に怒られちゃったんでノーということにしまして、諸葛亮先生に謝るという意味で褒美を与えてみたいと思いますけどね。褒美は人事と褒美、実行できるものがおりません、ね、怒られ続けておりますけど大丈夫でしょうかね。はい。さて三国志2を極めるのに一番手っ取り早いのは総本山に乗り込む、これしかありません。一口に三国志2といっても遊べる機種はいろいろあるそうなんですけど、それぞれにきっと何か特徴があるに違いないと私伊藤は睨んでるわけです。ちなみに私はファミコンしかやったことはないんですけどね、ちょっと見てみましょうか。まずご覧いただいているのは上位機種のパソコンなんですけど、やっぱり絵のクオリティが断然に高いですね。私も一度でいいからこういうのでやってみたいと、そういうふうに思うわけなんですけどもね、それぞれに少しずつ絵柄が違います。さて右下がなぜ開いているかというのが問題なわけですけども、よくぞ疑問に思っていただきました。現在ある機種に移植中ということらしいんですけどね、その機種については皆さんで考えてみていただきたいと思います。巷で話題のなんですけどもね、今言っちゃったかもしれませんけどなんですけどもね、さて数々のキャラクターが出ている中、私が一番大好きな張飛が出てこないのに私異常な疑問を持ってるわけでございますから、出ました張飛、一番右におります。いやー凛々しいね、どうも。ほら一番左は関羽、真ん中が劉備。関羽のひげは長いね。
ただくのは8ビット機。8ビットだって捨てたもんじゃないですね。ファミコン以外は基本的に同じといったところでしょうか。ただ MSX だけはちょっと太り気味といった感じがしますけど、しかしこうしていっぺんに見てみるのもなかなかいいもんです。きっとこれだけの種類をいっぺんに実際に見られる人はそうそういないでしょう。 MSX ちょっと太り気味です。こうして見ると常々見ていたファミコンの画面も新鮮に感じますね。唯一違うわけですからね。ファミコン派としてはそのように主張しておきたいところです。NES、 つまりアメリカ版のファミコンなんですけど、この NES 版三国志2が近々発売になるそうなんですよ。さすが三国志2の人気は国際的って感じなんですけども、今この画面を目撃できるのはとりあえずこのビデオを見ている人だけということだそうでございます。貴重な画面ということになりますけどね。見慣れている画面がですね、英語で説明されるとこれは面白いです。ロマンス・オブ・ザ・スリー・キングダムス。なるほど、三国志ってこういう風に2、英語の勉強になりますね。これ劉備たちが戦っているんですけど、ムーブ、アタック、シミュレート、フィッチ、ディレクション。今一人消えました。やり方同じだ。当たり前か。消えた。昆論 was powerless before us。 劉備トライアンフ。なるほどね。はい、ということで全機種を見ていただいたわけでございますけれども、本当にですね、いろいろなですねそれぞれ味がありましてですね、どうしても全部やりたくなっちゃうんですけども、ここで、全部買っちゃうと大変なことになりますからね。ソフトは買ってもいいんです。ただですね、ハードはですね大変お金がかかるということでございまして、どうかですね、メーカーの方々、私にどうしてもやらせたいっていう人いませんかね。そしたらこのビデオを見てらっしゃる方がちょっと中古でもいいですよ。ハードどしどし私の元にお寄せいただきたいということで私物化しておりますけど、このビデオ、それはともかくといたしましてですね、ゲーム画面を見た後今度やり方ってことになるんですけども、私がですね、信長の野望をですねやった時、これはもともとですねソフト自体糸井重里さんにですね確かいただいたんだと思うんですが、私そう記憶してるんでございますが、それで信長の野望をですねうちでやっていたところ、10日後
後ぐらいにですね、うちのファックスに糸井さんがですねジャーッとファックス流してきましてね、で伊藤君ってね、民中はそんなに上げなくてもいいぞなんて書いてあるわけでございますね。まるでですね本当に私がコマンドを出されているような気持ちになったわけでございますけども、私はそれまで民中が気になっていつ民が反乱を起こすかと思ってですねビクビクしてたわけでございますけども、その忠告通りですね、適当に生かさず殺さずですね、民をうまくくっつけてですね軍事の方にバッとお金をやったらこれがうまくいったと。要するに人のやり方をですねちょっとでも知っておくとためになるわけでございますね。ということでですね、皆さんもよくご存知のこの方のですね「三国志2」に関するですねやり方、ちょっと聞いてみたいと思います。それでは皆さん聞いてください。私はちょっと軍師を読まなきゃいけないんですかね。軍師を支流は一心すべてこれ単なり。ひらがなだからわかんないね、これどういう意味だか。コブラ、悟空、バット、カブト、独特の画風で幅広いファンを持つ寺沢武一氏。電子メディアに造形の深い寺沢氏もまた三国志にはまってしまった一人だ。キャラクターを使っていかにねかっこいい戦い自分で物語作りながらね、だから攻めていくまでの結局ドラマがあるんですよ。なんていうのかな、意味がなければいけないわけだし、そういう大文を作ってから攻めていくわけだけど、そこの辺から自分で盛り上げてっていうドラマ作りで、もう戦争が始まっちゃうとね、もうここで自分の運命をかけてここの戦争で負けたらね僕は漫画としてやっていけないとかね、そこまで思い詰めていくわけね。劉備かな、劉備でやった時に大体の武将が揃ってて敵が3倍ぐらいで来たので、もうどこだったかな、結構平原が多いとこで、柵もないと。でもうこれは最後の戦いだ、火つけ回ってもしょうがないで、もう玉砕のつもりで行ったわけで、劉備は普段だとくさび型陣形を取るんだけど、劉備一応後ろに置いて前を関羽と張飛と趙雲っていう形で、劉備と孔明が2人で守って行ったんだよね。だからもう関羽と張飛は死ねと。で相手側の人間にぶつけたわけ。これが強いんだよね。でね、ほとんど、ゼロになりかけるのにほとんど蹴散らしてしまってね、で勝ってしまったっていうことがあったんだけど、死ねと言って出したやつがさ生きて帰ってくるじゃん。それも戦って、これはねちょっとゾッとするものがあってね、これはねコンピューターじゃなくて中にねやっぱり小人が何人か入ってね僕の気持ちを汲んでくれたんじゃないかと思ったのね。帰ってきたりなんかすると、お前らよくやったぞ、もうねしばらくねジーンとしてね、そうかそうかっていう感じになっちゃうよね。3人でやるとね性格が出る。同盟結ぶでしょ。でね、結構ね同盟結んでおきながらねいざという時出てこなかったりね一生懸命ね武将を探しまくってたりとかね、三国志の世界さながら結構性格が出ちゃうね。裏切りもあり、4人で出るとほら2つに同盟分かれちゃうから、そうすると2人でやっても変わりないんだよね。3人でやると面白いよね。で誰かどこ行っちゃったんだ。しまった。さてインタビューの後で寺沢先生にお気に入りのキャラクターたちで戦闘をしていただきました。見てください、この真剣な表情。弱い者いじめだな。シュースいなかったね。ひたすら他国を滅ぼしては去っていく。
まさに稲子戦法とはこのこと。なんか国がなくなってっちゃうなほら。これ一人でやってるとダメだよねやっぱりね。なくなっちゃった。すごいプレーだよな。イナゴだよね。だから一人でやるとイナゴになっちゃうんだ。だから本当にですねこのシミュレーションゲームはですねいろんなやり方する人がおりましてですね、私の知っている人ではですね、ずっと一国にこもりっきりになってですね国をめちゃめちゃ良くしてですねもう街なんかもうなんかこう金のシャチホコが見えるぐらいなですね数値にしましてねそれでもう軍隊もいっぱい作ってね中精度100全国100みたいな形にしておきながらちっとも攻めないというですね。で私がですね、一緒にやってると攻めたらいいのにとこう言うんですけどねいい国作ろう鎌倉幕府という一点張りね鎌倉幕府でも何でもないのにずっといい国だけ作ってそのまま終わってしまうというですね不思議な人もいたもんだと思いましたけど私はね驚いてしまいましたけどしかしそれもまたやり方でございますからこのようなやり方いけないってことないわけですから、いろんなやり方で楽しんでいただければ幸いかと私光栄に成り代わって言ってるみたいですけどねさていよいよここで、関係者にですね、独占インタビューをしましてですね、この三国志2のやり方の秘訣をですねそーっと聞きたいと思います。本当は私だけが聞きたいんですけどねここは我慢して皆さんにもお教えしていただくとこういうことでございます。それでは早速関係者の方にですね、話を聞いてみたいと思います。こちらにまだですか。このゲーム三国志自体の魅力っていうのは松井さんはどの辺にあるとお考えなんですか。そうですねこの三国志のね一番の魅力っていうのは、その人材の要素が入ったっていうことですよね。最初のその信長シリーズに、始まった頃っていうのは、経済の要素それから戦争の要素、政治的な要素っていうのはあったんですけども、人材の要素っていうところがなかったんです。確かにそうですね。でこう人材っていう言葉を使っちゃうとちょっと難しいんですけど、要は中に出てくる、いろんな武将たちがいますよね。でそれを要するになるべく共通な認識でどうやってキャラクターを作っていくかっていうことは非常に難しい設定になるわけですよ。そうですよね。だってどんな小説でもね人によって読み方違うわけだから、ただその最大公約数をどこに置くかっていうことは、ほとんどこう数値化できないようなもんじゃないですか。そうですね。そうするとほとんど文芸評論家みたいなことをみんなやってるんですか。しかしゲームですからそれを数値化ある程度決めないといけないんですよ。そこにすごくこう葛藤が出てくるわけですよね。やっぱ思い込みとじゃあ冷静な立場から見た時のその人物ってどうなのかっていう、そうですね。その辺がやはり、開発の一番の苦労したところでしょうね。じゃあ割とその会議の席で、私の好きな張飛の例で申し訳ないですけど、張飛はいくらなんでもこんなに知力は低くないだろうとかいう人とかやっぱりいるわけですよ。それはもちろん出ますよ。それとかいやもっと知力は低いんだとかいろんな話は松井さん嫌いなんですか私の張飛は。三国志まず最初出まして、で今度三国志2が今っていうか前から出てる、でこの2になってそのバージョンアップしている部分の魅力ってのはどういうところにある？そうですねこれがね非常に難しいところだったんですよ。っていうのももう前作のね三国志が皆さんにかなりご支持いただいた作品でしたんで、もちろんその面白さそのままに原作の面白さを壊さないで、なおかつバージョンアップをしてくれということで開発陣もですねこれはもう最初のプレッシャーから始まりましてどうしたものかと考えた末剣豪十数の世界をさらにプラスアルファしようと考えたわけです。それで計略ってところが出てきたわけです。例えば二国強食っていう計がありますよね。これ二国強食っていうのは例えば A と B っていう大きな国があって、それでそれが例えば共同してね例えば自分たちの国に攻めてこようとした時にそれを対象に例えば A と B を仲違いさせるためにその計略をやると。でこれをやることによってお互いを今度は戦争させ合って弱くさせてしまおうっていうことなんですけど、この時のポイントとしてね、一つには相手が軍師がいる場合相手の国ですよ、軍師がいるとかなりその知力っていうのはアップしてますから強いんですけども、その軍師を
き抜いてしまうっていうことを事前にやっておくことも必要なんです。二個強食の刑をかける前に、そのまた埋伏の毒っていう刑があるんですけども、これは要するに相手の武将のね忠誠度をこう落としていざっていう時に寝返らせるためのものなんですけどね、それを事前に使うんですよ。でだから計略と計略をうまくミックスすることによってよりその効果を生むことができるんです。奥が深いね。どうも松井さん。あ、そうか。じゃあ5つの計略のどれを使おうかななんて言ってんじゃなくて、どんどんミックスさせて、埋伏2個なんとかなんとかの計とか自分で作ってもいいかもしれませんね。それが成功につながるんだ。そうです。今度は武力同士の戦いということになるんですけども、5人までしか連れていけないと。はい、そうですね。ではたまた長期戦なんてもんがあると。でこの辺はどのように使っていったら、一番基本的なコツっていうのはどの辺にあるんですかね。これはね、一つにはその5人しか連れていけないっていうところにポイントがあるんですよ。これは例えばもっとたくさん連れて行って戦いたいっておっしゃる方もいると思うんですけども、この5人っていうことによって例えば共同軍とか援軍、要するに自分たちの軍だけじゃなくて、要するに協力してくれる他国の、そのために外交の要素とかが非常に大事になってくるわけですよね。そうすれば例えば自分のところが5部隊でも、援軍が例えば5部隊来てくれれば、もっと増えるわけですよね、軍隊が。そういうことによって今までは自分たちの軍隊だけで何とかしようっていうのが前の世界だったんですよ。ところが今度はそういった外交の能力によって、もっと大きな戦いができるようになってるわけなんです。じゃあそこにも相当頭が必要ってことになりますよね。そうですね。っていうかそこで先ほど言ったように、もう人材の要素っていうのと、外交の要素ですよね、特に大事になってきたのはね。前はそんなに外交っていうのがそれほど、効果的にはそんなに大きくなかったんですけども、今度のその2の場合っていうのは非常にその外交の要素によって非常に大きな軍隊戦いが挑めるということなんです。そうかそうか。じゃあ最大どのぐらいの人たちと組めるんですか。そのどのくらい同盟結ぶかによりますけどもね、2国とか結べばそれなりに来てくれる可能性とかっていうのはありますけどもね。僕ね援軍要請しても大抵来ないんですけど、そうですか。どこが悪いんでしょうね。それはね、多分その要請の仕方っていう、仕方っていうことにこだわっちゃうと問題なんですけども、知者に行く人いるでしょ。例えば一緒に共同軍やりましょうと。でその人の例えば魅力とかが非常に高ければ、その可能性っていうのは高くなるわけです。じゃあ魅力高い人を生かせば、向こうで来てくれたっていう時に、なんていうの説得してるわけだ。そうなんですよ。向こうでこっちやって戦ってる間に向こうで魅力のあるやつが、それでなんか捨て駒みたいなやつやらしちゃうと来ないわけですね。そうですね。だからここで間違えちゃいけないのはね、例えば死者だから、じゃあもうなんか能力の低いね、武将でとりあえずいいやとかやってしまうと、実はそれがとんでもないことになってるっていうことなんですよ。そのくらいの重要性があるんです。なるほどね。そういうやつ生かしちゃうと、きっともう命令なんか忘れちゃって、飲めや食えやっつって、もう大騒ぎしちゃって、そうですね、嫉妬も戦ってることを忘れちゃってんですね。もっとひどい場合はその敵に捕まってしまう場合もありますから。バカだねそりゃ。折り返ったけどねそれ。捕まりましただって。悲しくなっちゃいましたけど、一騎打ちがありますよね、今回は。あれはどんな楽しみ、僕はもう好きなんですけど、すぐ一騎打ち申し込んじゃったりするんですけど、どうしてあんなことを思いついたんですかね。やはりこれは物語の中ではやっぱ一騎打ちが一番の醍醐味じゃないですかね。もうそれだけすごく魅力的な武将が多いでしょ。もちろん張飛、関羽、それから呂布とか、要するに武力にもう秀でこの右に出る者がいないって言われるぐらい、そういった魅力的な人たちをなんとか戦わせてみたい。今まではそういうことができなかった。それだけ要するに一人のそのキャラクターにもっとスポットを当ててみようといった発想ですよね。さて今お話に出てました一騎打ちの名勝負というものを見てみようと思うんですが、こちら諸葛亮対芝居。まず絶対にありえない戦いを今見ております。諸葛亮が負けてしまいました。諸葛亮孔明捕まってしまいました。次は呂布対董卓。これは史実に基づく戦いだそうですけれども、呂布100、董卓90。どうか呂布が勝っております。呂布が勝ってる。ぐんぐんと差をつけている呂布。はい、呂布が勝ちました。実際史実でも呂布が勝ってるらしいですけどね。
こちらは孫権対孫作親子対決でございます。泣かせるね親子の対決、どうでしょうか。孫作孫権がいい勝負だ。しかしここで差がついてしまった孫権強い孫権が勝ちました。次なる戦いは趙雲対馬上。これはいい戦いですね。これは皆さんもやったことがあるんじゃないかと思いますけどね。趙雲対馬上、さあどうか。馬上が趙雲が逆転した。どうだすごい、これは大差です。趙雲勝ちました。趙雲、馬上が捕まりました。続きましては大変な戦い、劉備対曹操でございます。劉備70、曹操91。なんて戦いをしちゃうんだ。劉備やめればいいのに曹操がガンガンに勝っております。曹操が勝ってしまいました。さて問題はここです。張飛、私の好きな張飛と関羽、兄弟が戦うわけですね。どうだこれは張飛が言ってる張飛頑張れ。関羽がここでダメだ張飛お前は。これはもう一回やり直すべきじゃないかと思いますけど。刻一刻と時間が過ぎていくっていうような積み重ねの部分では、そのお花を育てたりとか動物ペットを育てたりとか、何かそういう自分と同居しているものの成長をゆっくり見ていくっていう楽しみにかなり近いものがあると思うんですね。ですから私自身も家に帰ってきてコンピューター立ち上げて15分とか20分とかその画面を見て、それで元気でいるなっていうそのゲームのその状況っていうのがちゃんと元気でいるなっていうのを確かめると、またセーブしてまた翌日に進んでいくっていうような、そういうふうに自分の一日一日の中にちょっとずつその画面が出てきてる。それでしかもそれはちょっとずつ成長していくものだから、そこが一番魅力だし、そういうふうにゆっくり味わってほしいなと思います。コンピューターでどちらかというとカチカチとした無機的な冷たいイメージがあるんですけれども、呼吸を使いたかったんですね。でシュメロの一番最初のメロディーのところっていうのは呼吸で、もう本当になんかヨレヨレとしたような不可思議な音になってるんですけれども、このコンピューターで呼吸を使って、でしかももともとの向谷さんの曲っていうのは反アジア的というか非常に広い意味でのアジアっていうことを表現されてたと思うんですが、私はその自分の中にある昔住んでいた沖縄民謡のフレーズであるとか、あるいは日本の民謡のフレーズであるとか、あるいはその中国に旅行に行った時にラジオで流れていたその中国独特のせかせかした音楽であるとか、そういうものいろんなものをごったににした中で自分の持っている中国のイメージっていうところに修練させていきたかったので、これってなんか中国だねっていう何がどうしてか分かんないけど中国だねって思ってもらえたら一番嬉しいですね。劉備寄りのキャラクターが多いっていうことをね聞いたんですけど、それは一応意識してそうです。そうですね、多少ですけどもね、やっぱり一応劉備に皆さんを一応は思い入れてるっていうことですか。それはやっぱ物語の中ではかなり主人公的な色合いが強いですからね。曹操派とかはいないですか。いやもちろんいますよ。いるんだ。俺なんで劉備ばっかりこんなことしてんだ。曹操派がいるんだ。曹操派も孫権派もいますよね。そうなんだ。孔明の中にすでに3派に分かれたりして、もう3派かどうかもっと4派5派に分かれてるかもしれないですけども、そのくらい要するに開発のスタッフ全員がその物語、三国志の物語に対してすごい思い入れがあるってことなんです。そうですよね。ですからそれぞれ自分たちが思い描いた世界をその中に何とか再現しようとしてますから、そういった要するにぶつかり合い、意見のいい意味での衝突が出るわけですよね。だからこそあれですね、要するに割と小さい国の方を選んじゃっても、ちゃんと楽しめるようにできたってね。その国が好きなスタッフがいて、ちゃんとこの中もきちんと物語をきっちりしていくのは困るっていう衝突があるから、どっからゲームやっても面白いなっていうと、そうですね、いうことになりますね。まずは知力のベスト3。第
第3位宝刀です。私はですねどうも戦いを重んじる傾向が強いものですから、これからは知力の高い人たちを可愛がっていきたいと反省しております。第2位が芝居、宝刀と芝居、今までは軽んじておりましたけども頑張って使っていきたいと思います。さて第1位は諸葛亮孔明、ナンバーワン、凛々しいですね諸葛亮。さて続きまして武力のベスト3、こちら同率2位が3人おります。趙雲99、そして同率2位99は関羽ね。ここに名前が出るような人たちを、特に張飛なんですけど出てくるんでしょ、出てくるんでしょ張飛。はい張飛出ました。いつも手元に置いておきたいと思うわけですけどもね、武力99張飛。ところがこれより強い人がいるわけですね。呂布武力100だそうでございます。いや今まではちょっとですね敬遠してたんですけども、もう可愛がって使っていきたいとこのように思うわけです。続きまして魅力ベスト3、魅力が大切な要素だっていうことは今日聞いてしっかり理解しましたのでうまく使っていきたいです。こちら3位の孫権、2位は誰でしょうね。魅力、ここでも諸葛亮が光っております。知力ナンバーワン、魅力ナンバー2、さすが諸葛亮孔明です。さて1位は劉備です。いや劉備本当にいいな。僕は一生ついていってもいいって今気になってるんですけどね。劉備頑張れ。さてすっとこどっこいベスト10の時間がやってまいりました。これが今回私が見せてもらった極秘資料で集計したとんでもない人たちベスト10。この方々は何でも知力武力魅力の3つの要素の数字を足しても100に満たない、文字通りのすっとこどっこいの皆さんでございますけど、赤い南さん、目を向いておりますけどもこれでも100に満たない方なんですね。パッとしない風景でございますけども、できればあんまりこういう人たちとはお付き合いしたくないもんだと願いながらついつい可愛くなっちゃったりするところがですねまた三国志2の面白いところでございます。さてこの一番左の総評でございますけど、なんか頭良さそうな顔してるんですが3つの数字の合計がなんと47。呆れてますね。さてこいつが欲しいぞベスト10、今度は逆に3つの要素の合計がめちゃくちゃすごいと言ってみればスーパーマンのような人たちなんですけれどもですね、一つ残念なことは私の張飛の順位がなんとベスト100はおろか200ギリギリらしいということなんですけどね。私の張飛がですよ、そんな能力が低いなんてことがですよ、などと言っている場合じゃございませんね。これを見てしっかり頭の中に入れておかないと。趙雲孫作孫権、素晴らしい人物たちなわけでございますね。そして第1位が実は曹操ということで、先ほどの劉備私ちょっと捨てまして曹操と一生やっていこうかなと思っておりますけどね。今回このビデオのために制作したオリジナル CG 三国志2この国を撮れマップをご紹介しましょう。これはゲームをしていく上でぜひとも撮っておきたい国々をご紹介するものです。国の持つあらゆる要素を検討して選んだ特選国です。まず最初は四州の10国と11国、特に10国はあの首都洛陽のある国として経済的にはもちろん人材的にも大変恵まれています。そして次は慶州の19国と20国。19国はなんと人口が90万人と41国中最大の規模を誇っています。人口が多ければそれだけ経済的にも豊かと言えます。揚州は5の首都のある24国。人口は35万人と特に多いとは言えませんが、やはり人材に恵まれ、また地形的にも守りやすい国と言えます。益州は蜀の首都のある33国。ここも人口35万人と特に多いとは言えませんが、首都に特有の人材の豊富さ、そして何よりも要塞型の地形として大変守りの固い国と言えます。最後にこれは具体的にどうだとは言えませんが、
この国十国はとてもいいことのある国です。何がいいのか、それは皆さんでお試しください。いや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 、さすがにですね、歴史シミュレーションゲームの総本山光栄に足を運んだ甲斐がありましてですね、数々のですね知恵を身につけてしまったわけでございますけども、この知恵を利用いたしまして、私もですね、これぞ伊藤流ともう看板を立てて三国志道場を作ってですね、毎日いろんな入門者が頼もうって言ってくるんですね。それで道場破りをしていくんですけど、私がそこは諸葛亮うまく使ってないなみたいな感じで追い返す伊藤流道場を作ってみたいもんですね。そういう私の目論見はともかくといたしましてですね、ここでですね、究極の奥義と申しますか、秘密のイベント、巷ではですね、いろんな方がなんかあるらしいよって噂してるあれをここでですね、皆さんにちょっとお見せしたい、このように思ってますからね。ちょっとだけでございますからね。本当は私は全部見ちゃうんでございますけどね、ちょっとだけ見せたいと思います。それでは三国志唯一のヒロイン、私も名前だけは聞いたことのあった朝鮮さんに今初めて出会ってしまいました。あらま、なんか色っぽくなっておりますけど、王院が董卓を色仕掛けでやっつけたいと、そこで董卓と呂布を三角関係にする作戦にこの朝鮮さんをと使っているわけですが、肩がはだけておりますけど、お美しい朝鮮さんですね。最後はどうなるかという画面はこのビデオでは出さないんですが、それは自分で探して楽しんでいただきたい。ただちょっと聞いたところによると、このマップ画面をヒントにするといいということらしいんですが、この後は見せられない。私こっそり見たいと思います。ああ、董卓になりてえな。極めました。これで私も極めました。三国志2。これで迷いなくですね、さらにハマることができるわけでございます。シミュレーションゲームというのはですね、このようにいろんなやり方、いろんな見方ができる、ここがですね、なんか魅力の一番大きいとこじゃないかと思いますね。だから一度やった人も二度やった人も三度やった人も四度やった人も10回やった人もですね、さらにまた違うやり方でもう一回やることができると。ですからですね、一回やって面白かったっていう人はですね、そのままそれをほっとかないで、このビデオを見てですね、いろいろ学んだ知恵を応用して楽しんでいただきたい、このように考える次第でございます。で、さらなる奥義の世界ですね、進んでいこうじゃありませんかってやつですか。私もですね、早速私の道を歩ませていただきたい、このように考えている次第でございます。私現在ですね、このように敵を囲んでおりましてですね、なんか囲碁教室みたいになってますか。これスタッフがこうやって並べたんじゃないですよ。私が合間に一生懸命やったんです。はい、てかさ、今自慢のこの関羽、趙雲、張東、張飛で皆さんにいいとこ見せちゃおうと言って、それぞれに突撃させちゃったりなんかして、はい、大したことなかったですね。突撃を趙雲、ダダ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 って音が聞こえますね。はい、やっております。趙雲。さあ、こちらが張飛、突撃。はい、やっております。張飛減っております。まずい。私訓練をさせて、ちょっとこの人突撃させるのすごく怖いんですけど、案の定、ちょっとまだまだ私も甘かったようですね。我こそは天下を統一せんとする英雄たち、知略の限りを尽くす軍師たち、大軍を率いて暴れ回る猛将たち、複雑な駆け引き、度重なる戦、義呉蜀の三国時代、彼らの誰も果たし得なかった中国統一の夢を実現するのはあなたしかいない。はい、それで
では光栄からの最新情報をお届けします。まず一番最初はファミコンのランペルールのお話です。このランペルールなんですけども、もう皆さんご存知のナポレオンがテーマなんですよ。そのナポレオンのですね、生涯を描いた本格的な歴史シミュレーションゲームということで、戦闘シーンなんかもですね、だいぶ今までのヘックス戦とは違って、高低差を利用した、高さですね、山の高さとかそういった距離を利用した新しいタイプのヘックスになっています。これは発売は5月の予定になっています。それからこのランペルールが、発売になるわけなんですけども、これのですね攻略用の本ということで、ランペルールガイドブックも、発売になります。このガイドブックなんですけども、攻略解説は、もちろんなんですけども、これは全部 Q&A で、全部皆さんの大体こういったところが知りたいなって思うところを大体押さえてあります。それとあと、戦場の紹介、あと人物紹介なんですけども、これは、軍人データ、これは全部バッチリ出ています。そしてなんとマスクデータまで今回完全公開をしています。次にそのコミックの、部分のところもあるんですけども、これは、今まで好評をいただいた、塩崎昇さんの、作で非常に面白いタッチに仕上がっています。このランペルールのガイドブック、910円で4月の中旬の発売予定です。楽しみにしていてください。そして、次はファミコンのですね、オリジナルソフトのお話です。これは今現在、鋭意開発中なんですけども、まだちょっとタイトルは現段階では言えません。しかし、今までのですね光栄のタイプからいきますと、全く違った新しいタイプの、仕上がりになっています。ちょっとだけお話ししますと、舞台は中世のヨーロッパ、それもイギリスが舞台になっています。ちょっと今までの歴史シミュレーションに少し、アドベンチャー的な要素が加わった新しいタイプのゲームです。ぜひ期待していてください。次に、ゲームボーイですけども、これも新しいタイプのものを今開発中です。はい、さて次は、皆さんが一番期待されているスーパーファミコンのお話です。今光栄では、スーパーファミコンの、開発を、急ピッチで今行っています。1本は、歴史シミュレーションゲームです。これは中国をテーマにしたものです。そしてもう1本はテーブルゲームをテーマにしたものです。今のところちょっと具体的なタイトルは、ここでは発表できないんですけども、もうしばらくしますと、だいたいそうですね4月か5月頃になれば具体的な、タイトル内容を皆さんにご紹介できると思います。それまで楽しみにしていてください。そして、最後になりますけども、光栄のですねサウンドウェアの方から今度、サウンドウェアスペシャルサンプラーっていうのもが発売になります。これは今までの、光栄のサウンドウェアシリーズも、11タイトルにも、上ってるわけなんですけども、それぞれの、各タイトルの良いところっていうか、一番紹介したいところですねの、曲をですね、ピックアップした本当に美味しいところだけをもう取っちゃったような非常にいいサンプラーが出来上がりました。これがですね、発売されるのが3月の25日の発売になります。これだけはもうゲームファンは、もちろんのこと、これから光栄のサウンドウェアにちょっと興味があるなっていう方にもぜひ聴いていただきたい一枚です。はい、以上で光栄からの最新情報は終わりますけども、もうこの春から夏にかけて、光栄からもう新タイトル続出で皆さん目が離せないことと思います。ぜひ期待してください。